こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今回は翻訳者になるためのロードマップというテーマでお話ししたいと思います。この動画を見るとですね、翻訳者になるためにはどういうステップを経ていけばいいのかなっていうことが大体全体像としてお分かりいただけると思います。ですので翻訳者になりたいけどどういう風にしてなったらいいかわかんないとか、そういう方はぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは翻訳歴26年のベテラン翻訳者である私が翻訳通訳関連のお仕事、海外生活、フリーランスなどについて発信しています。その他にもですね、今年に入ってから通訳にも挑戦しているので、そういう何かに挑戦してみたいという方にも見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。さて、今回は翻訳者になるためのロードマップをお話ししたいと思います。私がこのチャンネルを開設したのは2020年の2月でまだ1年ちょっとなんですけれども、その中でですね、一番再生回数が多いのが、まだ初期の頃に出した翻訳者になる方法という動画と、未経験から翻訳者になるための5つの方法っていう動画なんですね。翻訳者になる方法っていう動画は、まだ開設して間もない頃に作った動画なので、まだ素人感満載なんですけれども、それでもそれだけ多くの方に見ていただいているというのはですね、やはり翻訳者になりたいけどどういう風にしてなったらいいか分かんないっていう風に考えていらっしゃる方が多いんじゃないかなと思います。そこでですね、今までもいろんな動画で少しずつ細切れで話はしてきたんですけれども、ロードマップっていう形で示すとちょっともっと分かりやすいかなと思ったので、今回そのように作ってみました。まず翻訳者になるためのロードマップとして考えていただきたい2つの要素というのがあります。1つは翻訳技術、翻訳技能、そういうスキルといった側面で、もう1つはビジネスといった側面です。その2つに分けてこれからお話をしていきたいと思います。まずですね、翻訳技術のスキルに至るまでなんですけれども、そこに至るまでにまず最初に翻訳の仕事というのはどういう仕事かというのを最初にご説明したいと思います。翻訳の仕事というのはですね、まず私なんかは英語の文章を日本語に翻訳するという仕事をしてるんですけれども、日本語が母国語でですね、英語が第二外国語という風になってるんですけれども、翻訳の仕事というのはまず自分が得意とする第一言語、私の場合は日本語ですね。日本語という大きい柱があります。それに対して私にとっては第二外国語の英語という言語があるんですけれども、この2つの言語の柱の間に橋を架けて、その間を行ったり来たりするのが翻訳です。以前に翻訳者と英語力っていう動画でも詳しく説明しているので、仕組みっていうのはそれを詳しく見ていただけるとわかると思うんですけれども、翻訳の仕事というのは大きい日本語というしっかりとした柱があって、さらに英語という柱があって、その間を行ったり来たりというのが翻訳です。この動画を見てらっしゃる多くの方は日本に住んでる日本人の方だと思うんですけれども、まず母国語がしっかりした土台というのがありますよね。まずはその橋を架けられるようにするために、もう一つの外国語が母国語である、私の場合は日本語ですけど、その母国語と同じぐらいのしっかりした土台というのを作るということがまず先決になります。なぜかというと、橋を架けるという作業が翻訳なので、橋を架けるときに片方の柱はしっかりしてるけれども、もう片方の柱がふにゃふにゃしてすごく低かったりとかしたら、橋を架けたときにちゃんと水平でしっかりとした橋がかからないんですね。で、橋があまりにも歪んでいたりすると、その部分の足りない部分というのがどうしてもできてしまって、その足りない部分というのを想像力とか空想力とか推測で補わなければならなくなる。そうすると正確さが失われるんですね。ですので、まずは橋を架けるための2つの柱をしっかりと作ることが先決になってきます。私がよくまず最初に翻訳者になりたい人は英語力、その外国語の力を一定のレベルまで高めてくださいというふうに何度も他の動画でもお話ししているのは、それが理由です。なので、まずはしっかりと橋を架けられるようにするために第二外国語をまずは強化していただきたいというのが私がお願いしていることです。ただ、そうやって第二外国語を強化するという過程においてですね、一定のレベルまで来ると、それまでは母国語の力を借りて、日本人であれば日本語脳を借りて英語を理解するという練習を積み重ねて英語力を高めているんですけれども、一定のレベルまで来ると日本語の補助輪を外して英語だけの車輪、自転車であればね、英語だけで走った方が英語力が飛躍的に伸びるという時期が来ます。
そうなるともう英語脳ができてきているので、日本語脳の力を借りなくても英語脳だけで読んだり書いたり話したり、そういうのが理解できるようになってきます。そうすると補助輪を外した状態で英語だけに専念するという時期を過ごすとですね、両方行ったり来たりしているよりも効率的に英語力をぐーんと伸ばすことができるので、多くの方は海外へ行ったり、そうでないにしてもいちいち辞書を引いて調べるということをしなくなります。そうやってたくさん読んでネイティブのような理解の仕方を練習していくようになります。そうするとそれなりに英語力っていうのはついてくるんですけれども、そこで出来上がるのがバイリンガルっていう状況なんですね。ただバイリンガルっていう状況になっても、バイリンガルになった状況からさらにその上に橋を架けるという訓練をしないと翻訳や通訳というのはできないんです。よく英語と日本語のバイリンガルだよっていう人がですね、じゃあ両方わかるんなら翻訳して通訳してって言われて困ってるっていう話をよく聞きます。それはなぜかというと、その人は英語の柱っていうのと日本語の柱っていうのはできてるんだけれども、橋がかかっていない。それは訓練して書けないといけないから、英語力を高めただけでは翻訳通訳ができるようにはならないんですね。でそこのところを誤解している人がすごく多くて、英語ができるようになりさえすればもう翻訳できるだろう、通訳できるだろうって思われていることが多いので、そこのところはちょっと誤解なんですけど、その一定のレベルまで英語力を高めた時点で、それから橋を架けるという訓練をしていくことになります。そのレベルまで来たら、今度は翻訳学校に通うなり、自分で翻訳の練習をするなりして、2つの言語を行ったり来たりという訓練をしていくようになります。そうすることによって翻訳の技能っていうか翻訳のスキルというのは身についてきます。それがまず翻訳技能の側面です。それを続けながらなんですけれども、さらにフリーランスの翻訳者として食べていけるようになるには、それに加えてビジネスの側面というのを学んでいくことが必要になります。私が開講しているテキサス発優しい翻訳塾っていうのは、むしろ翻訳の技能というよりはビジネスの側面に焦点を当ててですね、どうやって仕事を取って自立した翻訳者になっていけるかっていう、そういうことに重点を置いているオンラインコミュニティなんですけれども、そういったビジネスの側面というのを学んでいくことが必要になります。そして先ほどの翻訳の技能というのを身につけて翻訳はできる、だけどそこから先お金を稼ぐっていうのにまた別の問題なんですけれども、さらに翻訳者になるというのに難しいのはですね、例えば弁護士さんとかお医者さんのようにですね、こういう方法に従っていれば必ず翻訳者になれるという方法が決まっていないからなんですね。それで多くの方がどういう方法を取るかっていうと、まずは翻訳学校に通ってみます。翻訳学校に通っていい成績を取って卒業したらですね、その翻訳学校と提携している翻訳会社から仕事をいただくようになって、それが一番オーソドックスというか一番一般的な方法なのではないかなと思います。私が以前に作った翻訳者になる方法っていう動画で、翻訳者になる方法っていうのは本当にいろいろあって、ちょうど例えると芸能界入りした人っていうのが小さい時から子役のための学校に行ってる人も芸能人になるし、街角でスカウトされて芸能人になる人もいるし、いろんな方法があるよっていうお話をしてるんですけれども、それとちょっと似たようなところがあって、翻訳学校を経てちゃんとした訓練を積んで翻訳者になるっていう人もいれば、あるいはその大学なら大学を出て、それから会社勤めをしてね、社内翻訳者として訓練を積んだ後でフリーとして独立をするという形を取る人もいるし、それから翻訳学校ではなくてですね、海外の翻訳の大学院とかそういったところに行って、そこからそのネットワークを通じて仕事を取るようになるっていう人もいるし、それとは別に私のようにですね、別の目的で最初は日本語教師になるつもりでアメリカに渡ったんだけれども、そこからその日本語教師になろうとしていた学生のつながりで海外の会社で翻訳者を探しているっていう話を聞いて、そこから翻訳の仕事を受けるようになったとか、そういういろんなパターンがあるんですね。それで難しいのは、どのパターンが自分に合ってるかっていうのは本当にやってみないとわからないという部分なんですね。一番オーソドックスなのはさっきも言った通り、翻訳学校に行って、それで訓練を積んでいい成績を取って卒業をして、それから提携している翻訳会社から仕事をいただくというのが一番一般的なんですけれども、翻訳業界には翻訳学校と提携している翻訳会社だけではなくて、いろいろな会社と掛け持ちをしてですね、日本海外を問わずいろんな会社からお仕事をもらって、それでたくさん稼いでいるという方もいらっしゃるので、そういった形でいくつか選択肢がある中でいい会社を選んで取引ができるような翻訳者になっていくというのが理想的な姿なのではないかなと思います。ですので、これが一つっていう決まったやり方がないんですけれども、
全体的なイメージとしてスキルをまず身につけた上で、今度は学校へ行く、それからネットワークを作る、業界の人とネットワークでつながって仕事を紹介してもらうとか、業界の中でしか得られない情報みたいなのもたくさんあって、意外と翻訳業界って新聞とかの求人に出てこない仕事の話とかっていうのが業界の中でぐるぐる回ってたりとかするものなので、そういった形で業界の人とつながって、そうやってアンテナを張り巡らせることによって最初の仕事を獲得するとか、そういった方法もあります。まずその時に、今まで未経験の人が最初につまずくっていうのは、求人情報に出ている実務経験3年の壁です。この壁を乗り越えるのが非常に難しいということになっています。その壁を乗り越えるための方法っていうのは、私以前に未経験から翻訳者になるための5つの方法っていう動画で詳しく説明をしています。その3年経てばなんとかなるんですけど、その3年の間にどうやって経験がない中で訓練を積んでいくかっていう方法については、いろんな方法があって、コンテストに応募するであったりとか、ボランティアの翻訳を募集しているプロジェクトが結構あるので、それをネットで探してボランティアで経験を積むとか、そうやってその3年の間にプロジェクトを積み重ねることによっていい履歴書を一緒に作っていくと、3年が経つ頃にはそういう実績もあるし、いろんな会社のトライアルも受けられる状況になっていると、そういう形になれるようにイメージを描いてですね、そうやって準備をしてトライアルを受けていくと、まずは一つの会社に合格したら、そこから仕事をコンスタントにいただける状態になる、それだけ信頼される翻訳者になるということを目指してやっていきます。それの訓練がしばらくできてきたら、もうちょっと条件のいい会社であったりとか、もうちょっと自分のやりたい仕事をくれる会社であったりとか、相性といったものもあるので、他の会社というところにも目を向けていきます。翻訳業界っていうのは本当に信頼の業界っていうか、信頼されて安心感を与えることができる翻訳者というのが重宝される、そして実力のある翻訳者が重宝される業界なので、そうやって小さい仕事を積み重ねながら実績を積んで、信頼をお客さんから勝ち取ることによって積み重ねて翻訳者になっていくと、そういった形で翻訳者のキャリアというのがスタートして続いていきます。そんな感じで翻訳者になっていくというふうに思い浮かべて、そのイメージを思い浮かべていただければですね、仮に小さい仕事しか来なくて焦っている時でも、この仕事を積み重ねて次につなげていけば、自分は翻訳者として食べていけるようになるんだとかですね、そういったことを大きい全体像として描いて、それで頑張っていくことができるので、途中で挫折する確率もですね、少なくなるのではないかなと思います。そんな感じでですね、今回は翻訳者になるためのロードマップということでお話ししてみました。今回の動画はいろいろと今まで作ってきた動画のダイジェスト版みたいなところもあるのでですね、もし詳しい話を知りたかったら、過去に作った翻訳者になる方法、未経験から翻訳者になるための5つの方法、それから翻訳者と英語力といったそういった動画もですね、詳しく解説をしているので、見ていただけたら嬉しいです。今回は翻訳者になるためのロードマップということでお話ししてみました。翻訳者になるためのロードマップというのは、まず技能を高めるという部分と、それからビジネス面を磨くという2つの側面があるという、そういう観点からお話をしてみました。翻訳者になりたいと思っていらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.